今日は MTO モデル新作の動画になります。ということでどうもこんにちは、革靴の件です。今日はこちらの靴の紹介をしたいと思います。キッシュザワークメイドトゥオーダーの新モデルになります。このデザイン、革靴の中でもシンボリックなものなので、ラインナップに加わることを待ってくれていた方々もいらっしゃるんじゃないかと期待しています。今回新しいものとしてはこのデザインと、そして木型2点ありますので紹介していきます。冒頭で見ていただいたようにめちゃくちゃかっこいいので、この先は覚悟を決めてご覧ください。モデル名はホーソーンと言います。キッシュの MTO ではモデル名にそれぞれ木の名前を付けているんですが、ホーソーンというのは日本語名で言うとサンザシの木ですね。赤い果実がなって食用にもなるような木です。そしてデザインとしてはスタンダードなエプロンフロントダービー。エプロンフロントダービーというと U チップのことですね。U チップというのは和製語らしいので、ここがエプロンフロント、前掛けのようにデザインラインがあって、ダービーですね、外羽になっているもの、エプロンフロントダービーと言います。エプロンフロントダービーといっても MTO モデルのチェスナット、こちらもエプロンフロントダービーです。これはつまみもかになっていて、羽の部分に革の切り返しがあるようなデザインになっています。よくイタリアのクラシックシューズなんかに見られるデザインですね。今回のこちらホーソーンはデザインとしては同じエプロンフロントダービーなんですが、ここの羽の切り返しはなく、前から一体でつながってます。そしてかかとにはカウンターパーツがあってシームレスにですね。なんといっても特徴的なのがこのスキンステッチのエプロンフロント。革の断面を厚み方向ですねに糸を通していくことで、この糸が通ったボコボコ模様を見せていくというデザインです。そしてスキンステッチの中でもライトアングルステッチというもので、ライトアングルっていうのは直角っていう意味なんですけど、革同士をつなぐときにこっち側とこっち側の革がこういう風に縫い合わされることからライトアングルステッチと言います。つま先の部分はスキンステッチなんですが、裏から革の厚みの中を縫って表には糸が見えてない、この糸のボコボコ模様だけが見えるという技術です。このライトアングルステッチを使ったエプロンフロントダービーっていうのはかなり定番で、有名どころでいうとエドワード・グリーンのドーバーというモデル、そしてジョン・ロブのシャンボールというモデルなどなどで、本当にクラシックで伝統的なデザインとして受け継がれていますし、このエプロンフロントのスキンステッチっていうのが特に気に入って集めてしまうみたいな靴好きの方々も多々いらっしゃるみたいですね。わかります、その気持ち。なのでデザインとしては本当にクラシックなものなので、特徴という特徴はないんですが、木型の抑揚のラインを生かすような旗のないライン取りというか、もうこの木型にはこのデザイン線だろうというものを何度も何度も試作を重ねてこのラインにたどり着いています。今こちらの革はイルチャのミュージアムカーフなんですよ。これ実はミュージアムカーフといっても黒なので、ほとんどね黒です。ムラ感っていうのはあんまり分かんないんですけど、普通のボックスカーフ黒に比べると少しグレーというか紫みを帯びているような少し淡い色合いがあります。デザインラインとしてはかなりドレッシーなものを目指して仕上げてますので、こういったボックスカーフ抜群に合うと思いますね。もちろんイノシシ革、クマ革などもこちらのデザインに対応できますので、そういったちょっと表情のある革を選ぶと武骨な感じに印象がガラッと変わると思います。そしてこの靴の新しいポイントもう一つ、木型ですね。つま先がスクエアトーになっています。これキッシュ木型の新作です。ボディの方は今までのラウンドのものと変わってないので、履き心地は変わらないと思ってもらって大丈夫です。ただスクエアトーにする際に少しつま先のステスンが伸びてます。よりシャープな印象を出すためにステスンが多少伸びてますので、それで履いた時の自分から見た時の足の感じ、その長さっていうのが少し長めに見えるかもしれないんですが、1センチとか2センチとか増えてるわけじゃないので、違和感なくねドレッシーに履けると思います。そしてこの木型スクエアトーなんですが、かなりスクエアトーのラインにはこだわりまして、スクエアトーと一口に言うと本当にさまざまな形があるんですね。今回僕がやりたかったのはエッジ感はありつつシャープなんだけど丸みを帯びてるというものですね。
この木型のこの部分ですね、少しエッジが立っているのが分かると思います。ここをもっと立てることもできるんですよね。もっとこうエッジをパキッと見せることもできるんですけど、あまりやりすぎるとちょっとこうシャープになりすぎるというか、少しいかつい感じが出てくるので、控えめに丸みを帯びた感じに。そしてもうパッと見でもスクエアというのが分かるようなスクエアをしてます。ただもうがっつり四角で角が出てるというよりは、こちらもちょっと丸みを帯びた感じで立体感のあるスクエアトーンになっていると思います。こちらのスクエアトーンの木型なんですが、ケッシュのモデルデザインによらずこの木型で注文することができます。ただ相性はあると思うので、ドレッシー系のモデルの方が比較的合うかと思います。マホガニーとかウォルナット、ペカンあたりがすごく合うと思いますね。ただカジュアル系のモデル多くソートゥースなんかも対応は可能ですので、ちょっとこうカジュアル系のデザインをスクエアトーンに乗せて、そのドレスとカジュアルの中間バランス感を楽しみたいなっていう場合は、そういった選び方も面白いかもしれません。もう一つポイント、この舗装に限ってはスクエアトーとラウンドトーの選択によってこのエプロン形状が少し変わります。今はスクエアトーなので少しスクエア感のあるエプロン形状になってますね。こちらラウンドトーをお選びいただくともう少し丸みを帯びた形状になります。ちなみにこのモデルはフルハンドメイドで作ってます。フルハンドメイド特有のこのウエストの絞り込みだったりフィドルバッグですね、こういったものが可能になりますね。スクエアトーはやはりフィドルバッグとかね、こういう結構キメキメな仕様っていうのはドレッシーでハマると思うので、今までの MTO オーダーされた方々って結構カジュアルモデルをお選びいただくことが多かったんですよね。僕自身もそういったカジュアルモデルが好きでデザインしてますし、革もイノシシ革やクマ革みたいなちょっとカジュアルにした革がやっぱり人気なんですよね。なので今回はちょっとこういった感じでデザイン木型ドレッシーに使えるような、スーツでもパキッと決まるようなデザインを目指して作ってみました。一つお選びいただけない革がありまして、コードバンですね。コードバンは繊維方向が縦であること、銀面っていうのが存在しないので、このスキンステッチを行うとちぎれてしまう可能性が結構高いです。実際縫うことができてもその後屈曲とかで負担がかかるとそこから切れる可能性があるので、コードバンに関してはこの放送はお選びいただけません。そして金額等の詳細はまたブログの方にアップしておきますので、ぜひご覧ください。通常のモデルよりも約1万5,000円ぐらい高くなってしまうんですが、これはスキンステッチに非常に高い技術を要されるためです。でもやはりね、このスキンステッチというのはこのスキンステッチにしか出せないこの模様、そしてここに、ね、高い技術が詰め込まれているというそのなんかロマンがありますので、ぜひ気に入った方はオーダーいただけるととても嬉しいです。そしてもう一つお知らせ、オンラインショップをオープンしたいと思います。こちらのオンラインショップでは靴、革小物のメイドトゥオーダーの受注、そして靴べら等のね既製品の販売、またスポット的に制作した既製品の靴や小物等も少しずつにはなると思うんですが出していこうと思っています。今まで展示会、受注会に来ていただいてご自分のキッシュの靴でのサイズ感が分かられている方はポチポチとやることでご注文いただけます。納期4ヶ月になってます。まだ履いたことがなくてサイズ感、着用感分かんないなという方はフィッティングシューズをお送りしてそちらで確かめていただくというのをやろうと思ってます。配送して履いていただくことができますので、ぜひご検討ください。こちらのホーソンはオンラインショップからオーダーできるようになります。そしてブリフターシュ札幌の受注会でもオーダー可能ですので、北海道の方、そして北海道じゃない方もね、ぜひこのホーソンミニブリフターシュ札幌店までぜひお越しください。デザイン気に入った方はぜひコメントをお願いします。そして今後のオーダーもお待ちしています。こんな感じで新モデルの開発も少しずつではあるんですが進めていますので、今後いろんなモデルが出ることをご期待いただければと思います。それではまた。